皆さん聞いてください。私 IQ が135以上ありました。はい、冒頭からめちゃくちゃな自慢から始まるやないかこれって思った方もいるかもしれないんですけど、最近私実は IQ のテストをちょっとちゃんとお金をかけてやってみたんですよ。それなんでやってみたかっていう理由があって、そこの部分が皆さんにというかこのチャンネルを見てくださってる方にとっても、もしかして自分もって思う部分がある方もいるかもなって思ったので、今回ちょっと動画を回しているんですけども、なんで私が今回 IQ テストをねわざわざお金をかけてまでやろうって思ったかっていうと、ある動画を見て生きづらい人って実はめちゃくちゃ IQ が高いんじゃないかっていうような、ざっくり言うとそういう内容の動画を YouTube で見つけて、何かしらの生きづらさを抱えてる人っていうのは何かしらやっぱり自分が気づいていたとしてもいなかったとしても、世の中の平均とか普通って呼ばれるものから異常に飛び抜けてる何かがあるから生きづらいなって思うことが多いそうなんですよ。でその中の一つにその IQ が飛び抜けて高いみたいなことも当てはまるらしく、で私その時はその IQ とかって全然調べてなかったんですけど、多分いつも生きづらさみたいなことを動画で調べたり見たりしてるので、そういうのが出てきたのかなって思うんですけど、それを見て別に私とんでもなく IQ が高いなんて思ったことはないけど、自分の中で人より勉強ももちろん得意だし、それだけじゃなくて一個のことが起きた時にこれはこうだからこういうことで、だからこうこうこうでみたいな、なんていうの、シナプスみたいなのがすっごいね、人の何倍もつながっていってる感覚っていうのがずっとあって、一個の話題に対して私はこれだけ考えてるのに他の人は全然考えてないじゃんみたいなことが、悪口とかじゃなくてね、純粋な気持ちとしてそういう風に実感することっていうのがめちゃくちゃあって、やっぱり会話の中で私は全ての行動に対して意味を持って、こうだからこう行動したとか、こうだからこう言ったみたいなのもずーっと考えてるのに、他の人に聞いてみたりすると、いやごめん何にも考えてなかったとか、ちょっとわかんない、そんなこと聞かれてもみたいな風な答えが返ってくることが多くて、わかんないって何みたいなことになることがすごいいっぱいあったりとか、あとは何かやってみたいみたいな思ったことがあった時に結構パッと行動して実現しようとするタイプなんですけど、それを苦手としている方から相談を受けたりした時に、例えばフリーランスってどうやってなるんですかみたいに聞かれて、まずフリーランスで何の仕事したいかわからないし、もしやりたい仕事があるんだったらその仕事を今すぐ始めればいいし、始められないんだったら何のスキルが足りないとか何の経験が足りないのかっていうのが自分で分かってるはずだし、じゃあそれを埋められるものを探してその中で一番ベストな方法論を選べばいいだけじゃないみたいなことがね、一瞬で頭の中でブワーって湧いてくるのが私の日常なんですよ。でそれってただ理屈っぽいとか MBTI でいう T か F かで言ったら T みたいなことに収まらないよなってやっぱり自分の中でずっと思ってたものがあって、こんなに人って考えてないのかもみたいな、マジで自分って常に脳を動かし続けすぎてるのかもみたいな、もっといい意味でバカになった方がいい瞬間ってあるのかもみたいなのを人生の中にも幾度となくね感じてきてて、でそういう癖というか、認知の歪み的なものの一種なのかなっていう風に思って、やめたいけどやめられないなって思いながら生きてきたけど、その動画を見てもしかしたらその IQ みたいなものがそれを生み出しちゃったりしてるのかなって思ったのが一つと、ちょうどフリーランスで仲良くすごいしてくださっているすごい方がいるんですけど、その方もっていうのもおこがましいけど、喋っててお互いめちゃくちゃ心地いいというと本当おこがましいかもしれないんですけど、会話がスムーズで、なんでそれも考えてないのとか、でもそれはそうじゃんみたいな風になることが本当に一瞬もない方なんですよ。でありがたいことにその方も全く同じではないかもしれないけど、私と会話しててそういう風に感じるっていう風に言ってくださってて、でその方も IQ を調べたらしいんですよ。したらめちゃくちゃ高かったっていう話をちょうどその同じぐらいのタイミングで聞いて、でこの人と生きててめちゃくちゃしんどくなっちゃったり、普通もっと考えるでしょとか、もっと想像力働かせるのが普通じゃんみたいに思っちゃう、その自分の普通が普通じゃないんだろうなってなんとなく思っていた、その要因がもしかしたら IQ なのかもしれないっていう風に思うきっかけがそうやって同時にね2つもあったので、ちょっと課金してもいいから調べてみようかなっていう風に思ったわけなんです。で IQ の調べ方っていろいろあって、それこそめっちゃすごいね研究所みたいなと
ところに行って受けるみたいな方法もあるんですけど、私は一応オンラインでいろいろ調べてちゃんとしてそうなところっていうのを3つ選んで、なんか1つだとさやっぱりすごい結果がよく出るサイトかもしれないじゃないですかだから3つ選んで全部お金がかかるっていうものを選んだんですけど、それをそれぞれに1時間ずつぐらいかけて受けて、で結果が全部135から140の間っていう結果でした。一応ね証明になるかわかんないんですけど、この辺に一応スクショ忘れずにできたものだけ載せておくんですけど、多分ね1個忘れちゃったかなと思うんですけど、こんな感じで、この動画で別に私135でしたキラーンみたいなことを言いたいわけではなくって、もしかしたら私と同じように生きづらさを抱えてこのチャンネルに集まってきてくださっている皆さんの中にも同じような人がいるかもって思ったので、それを伝えたくてこの動画を撮ってて、もしかしたら皆さんの中にも同じようにIQ が人よりっていう言い方が正しいかわからないけど平均よりすごく高いから、その分自分だけがめちゃくちゃ考えすぎちゃって生きづらくなっちゃってるっていう人がいるかもしれないので、もしこの動画を見てそうかもなって感じた人がいたら、ぜひねちょっと調べて IQ テストをいくつか受けてみるといいんじゃないかなって思います。だしIQ に関わらずやっぱり何かしらの生きづらさがあるっていうことは、過去に起きたことのトラウマとかね経験とかそういったものももちろんあると思うけど、やっぱり今現在においてどこかしらが人の平均とか普通みたいなね、いわゆるこの真ん中の太い帯みたいなところから上とか下に飛び抜けちゃってるものがあるから、なんかしんどいなって感じることが多いと思うんですよ。だからそういうものが他にないかなっていうのを考えてみるのとかもいいかもしれないです。で今回は私は IQ を調べましたけど、それこそ自分ってすごく疲れやすかったりとか動悸がしやすかったりとか、人より簡単に体力がなくなりやすい体質でもあって、それでいうとこの平均の太い帯より下に今度はいるパターンだと思うんですけど、その原因もずっと分からなかったけど、適応障害って診断された際のその心療内科の診察の血液検査で甲状腺機能亢進症っていう、甲状腺の機能が人よりちょっと活発に働いちゃって、ちょっとバセドウ病の前兆みたいに言われてたりするんですけど、そういうものだっていうことが分かって、だからこの人よりね体力がなかったりしてたんだっていうのに気づいて、それもメンタル的な生きづらさとは違うのかもしれないけど、なんで私だけこんな一人先に疲れちゃうんだろうって思ってた部分が、別にその問題は解消しないけど原因が分かって、なんかちょっとすっきりしたな、そういうことかって思えたっていうのがあったので、もし皆さんも生きづらいなって思っている部分があって、自分にどこかしらね人より外れてたりとか、人より上に行き過ぎてたりとか、人に表現難しいですけど追いつけてなかったりとかする部分があるかもなって思うんだったら、それが悪いことだと私は全く思わないので、直した方がいいですよっていうつもりは全くないんですけど、調べてみてやっぱり私普通とはちょっと違う場所にいるんだな、そっかって思えるだけでストンってね胸に落ちるものがある感覚って、このチャンネル見てくださってる皆さんだったらわかると思うので、そういうのがね得られることっていうのがあるので、ぜひ皆さんもそういうものを見つけて調べてみてほしいなって思います。自分ってこうだったからこうだったんだみたいな、めっちゃ抽象的な言い方で申し訳ないんですけど、ストンとね心に落ちたり腹落ちするような感覚っていうのを得られると、問題が解決してなくてもすごく生きやすくなることってたくさんあると思うから、そのために私も今まで MBTI 診断とかストレングスファインダーとか遺伝子検査とかいろんなね検査系診断系みたいなものを皆さんにおすすめしてきたし、ちょっと体調とか心の調子が悪くて病院に行くべきなのか分かりませんって言っている人に対しては、病気になったから行く場所じゃなくて病気かどうかを確かめるために行く場所でもあるから、絶対に心療内科にまず行ってくださいっていう風に言ってきたし、何度も言うけどやっぱりそれだったのか私のこの生きづらさはみたいな風に思えることってそれだけでもすごく大事だと思うから、ぜひ皆さんも IQ テストとかそれに限らずですけど、この動画見てなんかやってみたよっていうものがあったら、その結果をコメント欄に書いていっていただけると嬉しいです。同じぐらいの IQ だよっていう方がいたらそれもぜひ教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。